Welcome to another episode of No One Says That But OK。 エピソード4では定冠詞の The について説明しました。このエピソードでは SNS という言葉について説明します。SNS という言葉は Social Networking Service という英語の頭文字から来ており、Social は社会のまたは社交的なという意味を持ち、Networking はネットワークを作る、Service は何かを提供するものを意味します。また2番目の S は Site サイトとする場合もあります。つまり SNS とは他の人とのつながりを築いたり維持したりすることを目的とするウェブサイトやアプリケーションの総称です。ではこの言葉が日本語で実際にどう使われているのか SNS の代表例である Twitter で確認してみましょう。最初の例です。高校進学と同時に離れ離れになり一切連絡を取り合わなくなった友人を数年ぶりに SNS で見かけたら完全に自分の苦手な人種になっていた時の涙で咲いた花。続いてはこちら。思っても言わない方がいいことは結構あるものだ。それは SNS であってもそうなのだ。また次のようなニュース記事の見出しにも登場しています。大久野島への観光客数過去最高へ、うさぎ島人気 SNS 拡散などで。 SNS はごく最近広まった言葉なのでこのようにあまり複雑な使われ方はされていないようですね。しかし去年の流行語にもなったインスタ映えの上位語とも呼べる SNS 映えというフレーズもしばしば見受けられました。SNS 映えする名刺を作りました。受け取ってくださった方にお気に入りの背景をバックに写真を撮ったりして楽しんでいただけたら幸いです。では SNS というフレーズは英語圏では通じるのでしょうか。まずこの動画の該当インタビューによると SNS という単語を使っても大抵の場合は理解されないようです。もちろん他の英語圏の国では通じる可能性は否めませんが、実際のところ英語圏のどこの国でも SNS という言葉は使われていないと思っておいた方が無難でしょう。ではいわゆる SNS は英語では何と呼ばれているのでしょうか。英語圏では Twitter、Facebook や Instagram のようなウェブサイトやアプリケーションは Social Media と呼ばれています。Social は SNS にも共通して登場した単語ですが、メディアはどうでしょうか。日本語でもメディアという言葉はマスメディアなどの単語で使われているため初耳ではないと思います。メディアにはテレビ局や新聞社といった報道機関という意味もありますが、ここでは単に情報伝達の媒介を担う媒体という意味で使われています。ちなみに英単語の media は medium というラテン語が由来の名詞の複数形で medium はラテン語で真ん中を意味していました。また media は厳密には複数形の名詞であるとされていますが、実際には単数形として使われることが多くなってきているようです。では実際に social media というフレーズはどう使われているのでしょうか。Twitter で例文を探してみましょう。まずはこのツイート。My friends and I don't even speak to each other. We just send each other memes in group chats on all social media platforms. It's the purest form of friendship. 続いてはこちら。If you want to feed the homeless, then feed the homeless. But the moment you post it on social media, you're also feeding your ego. この動画を締めくくる前に2つ補足をしておきます。1つ目。SNS という単語は英語圏では通じないとこの動画では説明しましたが、 SNS という言葉自体は英語の語彙の中に存在します。そして英単語としての SNS は日本語としての SNS とほぼ同義です。しかし決定的な違いは英語圏では SNS という言葉が日常的に使われていないという点です。使用されていないため使っても理解されないのです。2つ目、IT 関連の動画なのでついでにいくつか紹介しておきたい単語があります。まず日本語で言うアプリは英語の application の略ですが、英語では apply とは略さず app と言います。次にスマートフォンまたはスマホは英語のスマートフォンから来ていて、英語では略さずスマートフォンと呼ぶか単純にフォンと呼ぶのが一般的です。今日はこれでおしまいです。また今度。